こんにちは、もずくです。今回の動画は事前に募集したご依頼をもとにお部屋を作るモッツルームという企画です。今回のご依頼はヨットと広げた資料を使って男らしい船大工の設計部屋を地下に作ってほしいとのことです。それでは早速作っていきます。どうぞ。まずは壁と床から決めていきます。男らしいといえば無機質な感じがいいかなと思うので、壁はトタンの壁を使って床は鉄板の床を使います。で、このままだと船を出し入れするところがないので、アクセントウォールにシャッターの壁を使います。次は間取りを決めていきます。実際に船を作るところと設計するところを作りたいので、設計する場所にはナチュラルなフローリングタイルを敷いて、実際に船を作るところと分けます。次は鉄板の床の部分に柱とシンプルなローパネルを使ってお部屋に立体感を出していきます。で、さらにお部屋とガレージっぽいお部屋の区切りをつけるためにフローリングタイルの境目にスチールフェンスを置きます。これで間取りは決まったので、次は家具を置いていきます。男らしい船大工の設計部屋ということなので、無機質に加えて少し小汚い感じも足していきたいなと思います。家具自体は無機質なので色は使わないんですけど、錆びついていたり汚れているものだったり、なんか少し汚く見えるものを使っていきたいなと思います。まずはダメージにリメイクした指定のヨットを置きます。ヨットの周りは作業をしている感を出したいので、物置と工作台を置きます。さらにヨットの横にはディレクターズチェアとペンキ缶を置いて、現在進行形でヨットを作っている風に見せます。工作台の上にも薪と一斗缶を置いておきます。船大工ということで、壁には遊び心で船に関連した飾りを飾っておきます。天井にはヨットを邪魔しない蛍光灯を置いて、反対側の壁にはカレンダーに見立てた学習ポスターを飾ります。次は生活をするスペースを作っていきます。まず、もっとお部屋を広く思わせるために、壁際にカーテンのパーテーションとウォールランプ、スイッチを使って壁の向こうにもお部屋があるように見せます。次は左側が立体的な分、右側のお部屋が平面的に見えてしまうので、木製ウォールパーテーションを置いて立体的にします。その後ろは物が放置されているようにしたいので、鉄骨と樽、小汚く見せるための掃除用具を置きます。さらに壁にはクモの巣と素朴さも出すために天井に裸電球を配置します。次は設計をするためのスペースを作ります。男らしさが必要なので、隣に汚いものが置いてあることを気にせず、テーブルと椅子を置きます。テーブルの上には指定の広げた資料と積まれた資料、手元を照らすためのランタンを置きます。壁にはテーブルから見えやすい位置に時計を飾ります。次は休憩をするスペースを作ります。設計をしている最中に疲れることもあると思うので、また隣に汚いものが置いてあることを気にせずベッドを置きます。さらに生活感を出すために物干しロープと靴下を落としておきます。壁には乾かすための扇風機を設置しておきます。さらに小汚さを出すために床に散らばった紙と雨漏り用のバケツ、石鹸に使う資材を置いておきます。あとは床にメリハリをつけるためにマンホールを置いて、お部屋に音楽も流したいので積まれた袋の上にラジカセを置いておきます。次は空いている壁を飾っていきます。もっと生活感を出すためのブレーカーと換気扇、掃除用具の近くにはほうきとちりとり、冬場は寒くなるのでセントラルヒーティング、機械音が聞こえる歯車を飾ります。さらに天井には空気を循環させるためのシーリングファンを配置します。最後はネオン管のライトを消して
上のお部屋まで登れるように見せるためのはしごに見立ててお部屋は完成です。ちなみにお部屋の明るさは間接照明だけにして雰囲気を出したり、少しだけ暗くしたり、オレンジの光で暖かい雰囲気にしたり、寒色系のライトにして怪しさを出すのもいいと思います。いかがでしたでしょうか。今回は男らしい船大工のお部屋を作ってみました。少しアイテムを変えれば船以外の設計部屋にもできると思うので、ぜひ参考に作ってみてください。あと、島繰りをするときにお家を海や川沿いの崖の上に建てて、崖の中が地下になっているような島繰りをしても面白いかなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。